はい、皆さんこんにちは。今回の動画はホンダの新型 NBOX のノーマルとカスタムを同時に比較撮影してきました。さすがはですね、K 王者の出来栄えですね。素晴らしいと思います。それでは比較しながら内外装見学行ってみましょう。はい、ということで皆様いつもご視聴いただきありがとうございます。車市場好きリーマンチャンネルです。今回はですね、やはり人気注目度ナンバーワンということで、ホンダの新型 NBOX のノーマルとカスタムを比較見学してまいりました。まずですね、私が見た時の最初の印象は、まさにキャッチフレーズ通りの最高傑作な毎日をということで、めちゃくちゃ正常進化してるなと思います。ちょうど面白いですね。このヘッドライトのところに N のマークが見えますね。こういった遊び心も入れながらですけれども、本当に正常進化していて質感がアップしているなというのがこの外見からも分かります。そして内装もレベルアップしているというのはこの後見て分かったんですけれども、これはですね、もう選べる安心感があるなっていうのが本当に感じられますね。ここは見学されたり試乗された方も感じたんじゃないかなと思います。今見学しているのはノーマルのホンダ NBOX の FF になりますけれども、価格がですね、本体が178万2000円で、こちらの展示車両はディーラーオプションが27万3900円ということでついていますね。総額が200万ということになります。といってもオプションの大部分はナビの約23万円が占めていますので、乗り出しの価格はイメージしやすいのかなと思います。ではちょっと内装も見ていきましょう。白基調でおしゃれな感じですね。清潔感が感じられます。はい、そして見ていった時にステアリングやシフトレバーのレイアウト、ナビの位置も先代とほぼ踏襲されているので違和感なく使えると思います。そしてこの展示車両にはコンフォートパッケージというディーラーオプションが装備されていますので、後ろ側の右側もスライドドアオートになっていますし、シートヒーターも運転席がついているということで、なかなか至れり尽くせりの装備だなと思いますね。それにしてもホンダにとって NBOX は最重要車種でありますから、力の入れようはすごいなと思いますね。こちら装備を旧型と比較してみますと、旧型の後期モデルであればシートヒーターやシートバックテーブルなど標準装備とされていましたけれども、この新型になった時には先ほどお伝えしたコンフォートパッケージをつけないとですね、シートヒーターですとかこのシートバックテーブルがつかないということで、そこら辺少し装備が変わっているなというのは思います。こちらも現行型が後期モデルになってきた時には標準化されるかもしれないですね。それにしても NBOX の後ろ座席は広いですね。私のセダンとは比べ物にならないです。スライドドアもこのように両側オートであればお子様や荷物の乗せ下ろしがすごく楽ですし、ミニバン的な使い方もできるなと思いますね。そして今度はですね、 NBOX のカスタムの方見ていきたいと思います。いやー、もう見た目から違いますね。やはりノーマルとカスタムでこれほど差別化できているなというのは、選びやすさもありますし、逆にノーマルを選ぶ価値というのとカスタムを選ぶ価値というのがきっちり分かれていていいんじゃないですかね。このライトの存在感がまたカスタムの方はさらにあるなと思います。やはりこうして見た時に新型 NBOX は K のハイトールワゴンとして完成されたデザインになっているなともうすでに思えるわけですね。サイズを確認しておきますと、全長がですね 3395mm、全幅が 1475mm、全高が 1790mm ということになっていますね。先ほど見た NBOX のノーマルと比較しながら見てみましょうか。まず大きくフロントのデザインが変わっているなというのが分かりますし、このライトの形状がノーマルの丸いものからカスタムになると横長になるということで、かなり顔の印象は変わるなと思います。やはりこうしたところでより可愛いデザイン、ファンシーなデザインを選びたい人は標準を選べますし、男性でも女性でもかっこいいものを選びたいという方はカスタムを選べるということで、購入者のパイをかなりカバーしているなと
いうふうに思いますね。やはり車はですね、見比べてみるに限りますね。そして NBOX のカスタムのリア見ていきますけれども、ちょっと驚きなのはリアのライトの質感ですね。もうミニバンかよっていうぐらいの出来栄えになってるんじゃないでしょうか。ノーマルの円形のライトもそうですけれども、カスタムに至ってもヘッドライト、リアライトが LED 化されていて、高級感あるなというふうに思いますね。では気になるカスタムの内装を見ていきたいと思います。やはりですね、カスタムはかっこいいですね。内装も後ろ座席も黒基調でシックな感じに仕上げられています。では中入ってじっくり見ていきましょう。こちらの展示車はですね、NBOX カスタムのコーディネートスタイルというグレードになっておりまして、内装は一番いいものとなっていますね。フルプライムスムースシートという素材できていまして、革の質感に近いものとなっていますね。こちらの素材がですね、手触りも気持ちよくてですね、かなりいいなと思います。天然のフルレザーではないんですけれども、合皮ですけれども、ここら辺はお手入れ含めていいんじゃないかなって思える素材ですね。そして後部座席もプライムスムースシートで仕上げられていますので、かなり後部座席の質感もいいなと思います。それにしてもカスタムの方は黒基調で内装が統一されていて、ノーマルとは違ったシックな感じがあっていいですね。この内装質感については黒の色で統一している時にはですね、安っぽい素材を使ってしまうとかなりチープになってしまうんですけれども、このプライムシートであったりピアノブラックのパーツを使っていることによってですね、高級感も演出されているので、バランスはかなりいいなと思いますね。ここら辺さすがカスタムといったところじゃないでしょうか。それにしても後ろ座席は本当に広いですね。そしてですね、ステアリングの方もうちょっと見てみたいと思いますけれども、このエンジンのスタートストップボタンが点滅するという風になっているのに加えてですね、カスタムの方はなんとパドルシフトもついてますね。軽でしかも CVT でパドルシフトがいる必要があるのかという話はありますけれども、ついているということによって、特別感、カスタムされているなというのはありますね。そのような充実装備の NBOX カスタムのコーディネートスタイルですけれども、価格の方を見ていきますと FF のモデルで222万9700円と、そして4駆で236万2800円という風になっていますね。ここにナビが約30万円ほど乗ってくるので、おそらく乗り出しは250万から60万ぐらいになってくるんだろうと思います。皆さん価格についてはどう感じられますかね。先代の旧型の NBOX カスタムの EX ターボモデルで約207万円でしたので、価格アップとしては16万円ほどになっているのかなと思います。単純に装備などが違うので比較はできないかもしれませんけれども、今回のエクステリア、インテリアの進化を含めて考えてみた時には、これぐらいであればしょうがないのかなと思える部分もあるのかなと思いますね。そしてやはり改めて質感見ているとですね、なかなかいいなと思います。私がですね、特にいいなと思ったのは今ちょうど映しているプラスチックの部分ですね。安いプラスチッキーな樹脂部品ではなくてですね、結構手触りと質感のいい樹脂部品が使われているので、ここら辺はなんかこだわってるなと思えていいですね。そして NBOX カスタムの後ろ見ていきましょうか。もうですね、NBOX は積載量が半端じゃなく積めるのでびっくりするぐらいですよね。この後部座席を倒してフラットにしてしまえば、もう普通の中型セダンよりも積めるかなと思いますので、ここら辺はもう驚きの連続かなと思います。こういった日常の使い勝手の良さが非常に高いのも NBOX の人気のゆえんかなと思いますね。いやー、なかなか見てて発見があって面白かったですね。今回はですね、ホンダ新型 NBOX のノーマルとカスタムを比較しながら見学してみました。皆さんご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。それでは皆様も良いカーライフを。